皆さんこんにちは。日本語教師のゆかです。今日は東京の中野にやってきました。今私のこと後ろにあるのが中野の街を表した、壁画というかアートというかそういうものですね。実は私ね、中野に来るのは初めてなんです。いろいろとね、この昭和の懐かしい街並みとか商店街、そして有名な中野ブロードウェイなどもありますので、今日はそういったところをねちょっと散策したいと思っています。で、あと夜は夫と時間の約束をしていて、中野の素敵なレストランへ行きます。約束の時間がね6時なんです。で、今4時半なのでまだね1時間以上時間がありますから、ちょっとこの辺を散歩したいと思います。では行きましょう。まずはこの電車の駅のすぐ目の前にある商店街を通っていきましょう。中野サンモールという商店街です。すごく賑わってますね。今日は日曜日なので、特に人が多いかもしれません。こういうね、ユニクロとかさっきの松清がありましたけど、チェーンのお店も結構たくさん入ってますね。ここは ABC マート。 ABC マートは靴の専門店ですね。なんだろう、なんかざっと見た感じ、こう日高屋とか、これもチェーン店ですけど、なんかチェーンのお店が結構多い印象。でもそうかと思ったらこういうね、洋服屋さんもありますね。ここで路地に入ってみましょうか。私中野初めてなのでね、この路地に何があるのかとかも全然知らないのですが、なんとなくちょっと入ってみましょう。居酒屋さんが多いのかな、この辺は。なんとなくね、私の中野のイメージってこうサブカルの聖地というか、なんか秋葉原、池袋、中野で、なんかね、そういう、アニメ関連のグッズとかたくさんあるイメージ。ここ何？なんか古いこの信号機、電車の信号機ですね。踏切とかに見るやつかな。こう飾ってる。これは居酒屋さん、原始炭火焼きのお店ですね。岡城記、中野津軽とあります。面白いですね。やっぱ青森のお酒とか料理とかが楽しめるお店のようです。ちょっと、本当に居酒屋さんだらけですね。今ね、路地を歩いてきて、こう突き当たりのね餃子屋さんなんですけど、こっち側もずっと続いてるし、こっち側もねずっとなんかこう商店街というか路地にね、かなり店が密接にこう立ち並んでいて、でしかもほとんどが飲食店、こう夕方から営業しそうな感じのお店ですね。さっきのこの一本隣の商店街はどっちかっていうとこう買い物をするようなところですけど、こう一本路地をね隣に移動するともう完全に飲食店ですね。ラーメン屋さん、焼き鳥屋さん、蕎麦屋さんとか焼き魚、さっきもね原始焼きの炉端焼きの店がありましたけど、またこっちもなんかちょっとディープな感じね。これお店の裏側なのかな。そういうわけでもない、普通にお店ですね。まだ開いてないんだ。なるほど。またさっきの大きいアーケードがあるね商店街の方に戻ってきました。さあ、そして目の前にこの有名な中野ブロードウェイがあります。もう初めて。さて、では入ってみましょう。この辺にこれは漫
ンだらけ。中野ブロードウェイはもともとですね、昭和に高級住宅地として建てられた建物だそうです。ちょっと事前にねネットで調べたんですが、いわゆる今の高層高級マンションみたいな感じですね。でも下に買い物とか食事ができる場所を併設してあって、この敷地の中で生活が完結するように作られていたようです。今も住んでる場所ってあるのかな。ちょっと今ね、入り口を入った左手にね、こういう看板を見つけました。居住者のみ住宅南入り口まで自転車通行可とあります。居住者、つまり住んでる人ですよね。もしかしてこの階段を上がったらそういう住宅エリアになるのかな。違うの？これ商店街の入り口だ。地下商店街入り口。ここからその地下の商店街にも入れると。ちょっと行ってみましょうか。なんか大丈夫かな。誰もいないんだけど。一応地下商店街入り口と書いてあったから、普通にね、一般の私のような人も入っていいと思うんだけど、誰もいない。さっき一歩ね、上を歩いてた時はすごく賑わって、ちょっと歩くのもままならないという感じだったけど、今ここ私だけ誰もいないですね。あ、出口が見えてきました。はい、じゃあ見ましょう。ここは占い、へえ、占いの館。皆さん日本の占いって興味ありますか？ね、もし皆さん興味があるなら今度私が占いを体験してその時の会話とかちょっとご紹介しましょうか。へえ、生鮮食品を販売してるんだ。両側にね、そういう食材を売ってるお店があります。東福物産。なんかちょっとスパイスとか火鍋の素とか。ここは、髪を切る床屋さんというかヘアサロンというかとこですね。すごく安いね。1400円、カットオンリー、ヘアカット専門店と書いてあります。なんか何でもあるね。ここは麺市場。麺だけ売ってるお店かな。ラーメンスープ、パスタソースを選ぶ。そしてレジでお会計して席をご案内。すいません、ちょっとお話いいですか？これって麺を選んで中で食べられるんですか？3時までなんですけど。3時まで。麺は決まってる。はい。はい。パスタソース選んで。はい。はい。なるほど。じゃあちょっと食堂みたいな感じ。麺食堂。なるほど。撮影 OK いただいたので、ここにありますね。麺食堂のつけ麺スープはこちらからお選びください。すごいたくさん種類がありますね。例えばカレーうどんのつゆとか利尻昆布のだしとか、つけ麺もありますね。つけ麺とかこういうスープを選んで、麺は決まってるんだ。面白いね。食べられる麺はどんな麺なんですか？ラーメンですと、はい。冷やしだとこれ。麺、そのタレっていうかスープによって麺が変わるんですね。つけ麺だとこれ使ってたり。へえ。ありがとうございます。なんか新感覚、面白いですね。あとなんかここみんなね、ソフトクリーム食べてる。ソフトクリーム専門店ですね。
まだ今地下をざっと見た感じですけど、なかなかいいなんていうかいい意味でお店の統一感がなくて、それぞれのね個性が出ていて、とても面白い空間です。さてまた1階に戻ってきました。ここは靴ばっかり売ってるお店だ。へえ。この後ろもね靴専門店で、こっちはガチャガチャコーナー。じゃあこの3階直通のエスカレーターに乗って上行きましょう。左手にあるお店、マンダラケというの、私は行ったことがないですが、なんか漫画とかアニメ、フィギュアとかそういったものがたくさん売られているお店みたいですね。そして右側には時計専門店がいっぱい並んでますね。ここも時計屋さん、そしてその隣も時計屋さん。へえ。ここがブロードウェイ通り3階ですね。あとさらに上に上がりましょう。アートブック専門店ですね。へえ。確かに西本さんのさ、編集作すごくてさ、大量のカルチャーのさ、全部すみません、今日私初めて中野ブロードウェイに来たんですけど、ここってそんな村上さんの専門店とか専売店みたいな感じですか？のお店、グッズショップが隣にもあるんですけど、そうなんですね。ここ中野だけでも村上のお店があって、ここと3階のカフェと、3階にカードショップと、今日までなんですけど展示してて、そうなんですね。3階もカフェもあるんです。へえ、そう。なんか中野と縁が深いんですか？いや、なんか村上が中野が好きみたいな。お好きでそれでお店を。なるほど。ありがとうございます。この隣がグッズショップで、さっきね見たところがアートブックのお店だそうです。こっちがグッズ専門ですね。多分左側のは印泥の技術を使ったものかな。隣に財布もあるけどね。ここ面白いですね。こうスナックとかね、なんか軽食屋さんがいっぱいあるみたいなんですが、ここに完全会員制のため会員様以外の入場は固くお断りいたしますと書いてあります。私はもちろん会員じゃないからじゃあ入れないですね。これから営業が始まるんでしょうね。今まだ5時ぐらいですからね。なんかイベントスペースとカフェがあるということなので、ちょっとそこも見てみましょう。なんか定期的にされてるんですか？こういう販売会というか。今年入ってから、定期的に開いてるようになります。今年から。そうなんですね。去年は1回ぐらい。じゃあ多くてね1ぐらい。これからも定期的にちょっと増えていく感じ。ありがとうございます。ここはスタンプ社切手の販売店かな。ちょっと古い外国とか日本とかの記念切手がたくさんあるみたい。なんかフィギュアのお店が多いね。ここは何のお店でしょう。多分
れですね、音楽を聴きながらこうファンの方たちが集う喫茶店のようなお店かな。なんかすごいいろんな方の色紙があります。知ってる人いますか？ここはモデルショップポッポ屋、電車のモデルかな、なんかプラモデルを置いてるところですね。なんかいろんな、例えばこれはバスですね。皆さん旅行に来た時に乗ったことがある電車とかバスがあるんじゃない？どうでしょう。阪急バスですね。こっちはこれは鉄道ですね。きっと詳しい人が見れば、これ珍しいとか、これ知ってるとかあるんじゃないかな。ちょっとなんか一個一個見て回ると大変なことになる。全然時間が足りない。ちょっとだんだん時間がなくなってきた。私6時にね駅前に戻らないといけない。ちょっと夕食の時間があるので、店舗の方が教えてくださったカフェ、何ですか？そう、さっきね上でショップの方に教えてもらって、スタイルカフェありますよ、そっちの方が映えますよって言われてありがとうございます。また来ます。ちょっと村上さんのカフェは時間がないのでちょっと行けませんでしたが、皆さんねもし機会があればぜひ行ってみてください。ここもまたなんかアンティークの店、なんていうか個性が強いですよね。一つ一つのお店がね、こう特定の何かが好きな人に絞って商品を選んでるっていう、だからこそすごく全体的にね、いい意味でちょっと入りにくいっていうか、そこの趣味の人が集う。でもその趣味の人にとっては本当に最高の天国のような場所ですよね。全体はこういう感じになってますね。 B1 から4階までですね。今日私が行ったのは本当にこの中の10分の1もないと思います。現在地がここですね。で最初に階段で降りていったのが B1 の下のところ、そしてあとはマンだらけの店舗がすごくたくさんありますね。やっぱりサブカルの聖地っていうのは本当にその名の通り、そういう趣味の方が集まる場所ですね。いやー面白かったですちょっと、今5時40分ですね。1時間以上私この中で楽しみました。面白かった。じゃあちょっと晩ご飯の場所へ移動します。あれは何の建物でしょう。ちょっと行ってみましょう。ダムの施設みたいな感じのデザイン。区役所なのかな、もしかして。これちょっと地図を見ましょうか。現在地かわいいこの現在地で今やっぱり区役所だ。なんかちょっと曇ってきたね。今7月なんですけど、今年は2つの台風が同時に来るっていうのがなんか多くて、2週間前もね2つの台風が同時に来て、今ももしかしたらその南の方にある2つの台風が合流するかもという状況ですね。そして、梅雨なので雨の日もやっぱり多いですね。ちょっと空もねどんよりと曇ったようなこういう空が多いです。あとさっきの建物、市役所じゃなかった、中野サンプラザでした。今はもう閉まってねいるんですが、これあとどうなるんだろうね。結構中野の名物的な建物ですね。なんか後ろから見ててっきり変わった形の市役所かと思った。多分市役所はもう隣のビルですね。あっちのビルでした。 OK、 はい、じゃあ行きましょう。ご飯食事来てからがいいんじゃない。綺麗。ピーチパインとスナップパイン